はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月後半の星の解説、重要なタイミングなので星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。本当に4月の後半ってね、何かを始めるとかスタートするというのにぴったりのタイミングなので、もしもですけど皆さんの中で先生術勉強してみたいとか、タロットに興味あるよという方は私の方で出しているテキストですとか動画講座を今4月末まで全て 20% オフにしてますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧になってみてください。では行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。4月後半です。カップのキング、そしてワンドの5の逆、ソードの6の逆、そしてソードナイト、ペンタクルスキングの逆、ソードの7ですね。そしてソードの8逆、はい、気をつけることや対策が太陽の逆とワンドの7と、はい、オラクルはラバーズです。さっきですね、私集めて見ていた時に見えたのも、実はカップの2だったんですね。ちょっと先に星の解説しますね。まず4月の後半はね、さっき進める時にいい時だよって言ったんですけど、特に4月の17日17日が新月になります。でこの新月って本当にもう0から1に持っていくっていうかな、なんか一歩踏み出すのね、本当にいい時なので、このタイミングを皆さんもぜひ使っていただきたいなと思います。なのでちょっと4月17日の夜に8時半から YouTube ライブをやろうかなと思ってますので、もしタイミングが合う方はちらっと覗いてみてください。そしてこの4月のね後半、魚座さんに一番光が入っているのは、前回のね前半のところでもお伝えしたんですけど、自分の感性を生かす時だよっていうふうに言ったんですけど、それをなんかこの20日以降は何か流していくっていうのかな、人に話していくとか人と関わっていくとか、自分から出てきてるこのアイデア、この感性から出てきたものっていうものを流動的に動かしていくみたいな流れが強くなると思います。なのでね、もしちょっと最近連絡取ってなかったなみたいな人がいたとしたら連絡取ってみるとか、こういった SNS とかですね、そういったものもすごく使える時なので、 AI を使うのもそうですし、コミュニケーションとか情報のやり取りとか、自分が移動するっていうのが特に20日以降は運があるというか、そこに光が照らされているよっていう感じです。でもう一つ重要なポイントっていうのがあって、それが4月24日なんですね。この日は私がよく言う愛情とかお金とか豊かさとか美しいものっていうものを象徴する金星がまた星座が変わるんですけど、ちょうどそれと天王星っていうのがぴったりとひっつくんですね。そして26日になると天王星っていうのも双子座に入るということで、この24から、こういうのってその日からっていうよりも早く感じる方っていうのはその前から結構感じたりするので、魚座の皆さんはそう早くに感じる方が多いんじゃないかと思うんですけど、26からもしくは2526すみません24から2526と、月末に向かうにつれてその内側にある感覚っていうものがどんどん変わってくるんじゃないかなと思います。現実的な日常的な話でいくと、何か家の中に突然喜びが入ってくるということで、家の中もあるし、自分の心の中に喜びが灯るっていうこともあるんですけど、例えば急にね、なんか掃除しようっていう気持ちになったり、いらないものを捨てようって言って断捨離してたらすごくいい運が入ってきたっていうか、いい話が入ってきたってこともあるかもしれないし、誰かが急に来ることになって、その人を迎え入れるために家を掃除するとか、そんな感じで何かが入ってこようとしてる。でそれが物理的な家かもしれないし、自分の大切にしてる空間かもしれないし、または自分の心の中、無意識の中にその安心感とか領域っていうものが入ってくるかもしれない。で結構それってね、天王星っていうのは突発的に来るエネルギーなので、やっぱりこうしようみたいな、なんかそういう思いになるんじゃないかなっていう気がします。なんかやっぱり引っ越ししようとか、もうこの古い思い出は捨てようとか、そんな感じ。でこの変化っていうのはとてもいいものです。
一瞬例えば何かをなくしたくないと思ってる人だったらこれなくしちゃうの嫌だなと思うかもしれないんですけど、こういうタイミングの時に急に今なら手放せるかもと思って手放してみたら、もっと自分にフィットした心地いいものが入ってくるっていうのはよくあることなんですね。なんかそういう動きがあるような気がします。でとても満たされます、気持ちが。なのでこの全体を通してカードで見てもこうやってオラクルにラバーズが出てるっていうのはすごく嬉しいなんか申し出があるとか嬉しいことがあるんじゃないかなって思ったんですよね。なのでまず一つそこ安心しておいてください。で特にこの4月26日の天王星が双子座に入るっていうエネルギーっていうのはどの星座の皆さんにとっても大きな変化なので、ちょっと26日は別のねズームのお話会をしようかなと思ってます。こちらは少し有料になってしまうんですけれども、個人のチャートを出してもらってこの春から夏にかけてどう整えていけばいいのかっていうお話をしようと思ってますので、ご興味ある方はそちらも概要欄から詳細ページご覧になってください。本当になんかね皆さんに生かしてもらいたいなと思います。でカードで見た時にこの入り口がもうすでにインスピレーションというカードが出ていて、カップのキングのカードなので十分この4月頭からご自身の感性を使って何かをしていたでしょうし、自分を信じる努力をされてきたんじゃないかなと思います。そしてそのことによって少しもしかしたら自信というかね、いいんだ、やっぱりこれでいいんだって思えるようなこともあったのかなって感じがします。ただ状況的にどうなのって言われると流れですね、外側の空気感がどうなのって言われると、魚座さんが望んでいるようなものがどんどん流れてくるっていうわけではなかったって感じがあり、少しペースが遅いというか、むしろ自分が何かを進めていこうと思うと風当たりが強いみたいな感じがしたかもしれませんね。ここでソードの6の逆のカードが出ていて、進みたくてもなかなか進みにくいとか、自分が変わっていきたいんだけど本当に風当たりが強いみたいな感じに感じていたかもしれません。でこの風当たりにさらに抗って進むとしたらすごい気力がいるっていうか、すごい活力がいる。でその活力を自分で生ますためにはなんか時に怒りのようなエネルギー、もうとか言いながらやる、なんか幸せにルンルンっていくっていうよりもストレスとかそういう感情を自分で燃料にしながら燃やしながらもう進んでいくんだみたいな感じもあったかもしれないし、シンプルに忙しかったという方もいらっしゃるかもしれませんね。ちょっと周りがなんかごちゃごちゃしてるのかなって感じもします。できるだけ魚座さんはそこに関わりたくないというか触れないようにしておこうという感じがあるんですけど、どうしてもなんかね巻き込まれやすくなったりしてたのかなって感じはしますね。ただですね何事もこの17日以降は本当にここでまっさらに決めるっていうふうに決めていただいたらそのように進んでいきやすいタイミングなので、ものすごくいいリセットができると思います。でここからですね後半に入ってくるともうさっき言ったみたいな魚座さんは心が落ち着くとかなんか喜びが入ってくるわけなので、なんかそのことを大事に思ってるって感じがしますね。自分が温めていきたいものや大事にしたい感性っていうものが自分の中にあって、それをちゃんと温めてるっていう感じが出ています。ただですねやっぱりちょっと外側の空気感は激しいなって感じがあります。何でしょう、例えば本当に4月の後半っていうのはビュンビュン風が吹いてくるみたいなそういう流れなんですね。でそういうのに乗っていきたいとかイエーイって思ってる人からしたらもうどんどんもう一足飛びに行けるみたいな感じなんですけど、魚田さんはもっとゆったりと感じていたい、ゆったりとこの豊かさを感じていたい時に周りがビンビン動きすぎてなんかちょっと世話しないなみたいなそういう感じがするかもしれません。そして周りが早く動いてることに対して私ってなんか遅すぎるのかなみたいなとかもっと私もそこに合わせて早く行かなきゃいけないんですかみたいな気持ちになるかもしれません。ここでやっぱりソードの7っていうのが出ていて、ちょっとまだ不確かなことって急いで答えを出すものではなかったりしますよね。不確かなものはもう少し状況がはっきりするまで置いておこうっていうことがあると思うんですけど、なんとなくちょっとせっつかれてるような気になったり早く決めなきゃいけないみたいなそういう
状況になったりするのかなという気がしますね。それからですね、何か一つちょっとヒントなんですけれども、その不確かなことをちょっとはっきりするまで置いておくっていうことをすることによって、こう自分が無理やり何かを引き剥がすとか何かをこう切り捨てるみたいなそういうのではなく、自然となんか剥がれていくっていうことが起こるみたいです。なんか自然と自分がもっとこうしなくっちゃって思っていた意識から解放されていくっていうのが出ています。これはね、なんか状況だったりとか、周りの情報だったりとか、人からの期待だったりとか、そういうことで自分をいつの間にか気づかないうちに自分を縛ってしまっていたこと、それがほどけていきますよというふうに出ています。そして気をつけることや対策として言われている時に、やっぱりなんだかね、これはワンドの7というカードと、あと太陽というカードが出てるんですけど、自分の立場は守れますから堂々としていてくださいっていうふうに私は感じました。先ほども7っていうカードってなんかちょっとこう摩訶不思議な数字なんですけど、魚田さんはしっかりしてるわけです。こう心の中に喜びが入ってくるとか、何かこう家の中が変わるとかっていうことでどっしりとしていたい。でも周りは忙しくしている。その時にどうなっていくのかなって感じでこうちょっとゆったりと見ることによって自然と余計なものが外れていくから、本当に魚座さんは魚座さんらしくそこにいてくださいと、どっしりしていてくださいということと、そしてこの時期少し周りがごちゃごちゃしたりはっきりしないことがあるかもしれませんけど、でもものすごく喜びだったりとか温かい気持ち、温かいエネルギーに応援されていますよっていう感じがします。これはね、さっきの星のその天王星が双子座に入るっていうエネルギーが魚座さんにとって与える影響と一致してるなっていうふうに私は思うんですね。要するになんとなく心の中にあった重しみたいなものがこう自然と剥がれていくっていう、そしてなんか変に照らすとかそういうことじゃなくて、なんか自然と明るくなってくるっていう感じがするんですね。例えばこういう感性が豊かな時っていうのはこういろんな、バイブレーションがどうとか周波数がどうとかっていうこともいう話題も多いのかもしれませんけど、なんかわざわざ自分の周波数を上げる必要はないみたいな感じでしょうか。もうすでにその中にいるからみたいな、そんな感じですね。そして、やっぱりオラクルとして言われているのがラバーズということで、これは本当に喜びの申し出があるよとか、誰かから優しくされるよっていうこともそうだし、魚座さん自身がこうなんかワクワクするような初めての喜びっていうものをちゃんと手にしていけますよというふうに出ているので、何かこの4月の末からこの刺激だったりとかきっかけがあって自分の心の中に喜びが入ってくるんだなっていうふうに思ったんです。でそしてその喜びを感じるためにはこうわざと戦略を打って何かを変えていくっていうふうにしなくても、魚座さんは魚座さんらしくそこにいることによってほどけていきますよと。周りの人との温度差やスピード感っていうのが多少違ったとしてもそれでいいんですよみたいな、そんな感じがしました。はい、ちょっと仕事運見てみようかな。はい、仕事見てみます。仕事ね、マジシャンですね。カップのクイーン、ワンドのクイーンということでいいですね。活性してます。なんかこうご自身がそれをやるぞっていうふうに決めていたわけじゃないけど、でもこういうのもいいかなって言ってちょっと温めていたことがなんか自然の流れの中で始まりそうな感じがありますね。でそしてお仕事に関して何か要するに新しいプロジェクトだったりとか何か新しいことを進めていこうとする。でもそれはこのねカップのクイーンに、ワンドのクイーンというカードが出てるんですけど、この2人が出てきてるということはよっぽど魚座さんの感性と合う人と関わるとか、もしくは自分はこの役割相手の人は違う役割ということで違う関わりを持ちながら違う要素を絡めながら
何かをしていく、仕事をしていくっていう感じがあります。で仕事でこのコートカードがね2枚も出てきてるっていうことは、やはりこの人間関係というか仕事としての関わりが強いんだろうなと思いますよ。もしかしたらね、このオラクルでもラバーズってあるように、相手から声がかかってやりませんかみたいな話が来て、どうしようかなみたいな感じでちょっとためらいつつやってみようかなってしてるような気がしますね。十分それを100% いい話じゃなかったとしても、それが自分にとっては 60% ぐらいだったとしても、ここから作っていくことによってもう少し 70%、80% 自分にとっていい話で持っていけるよっていう感じがします。ここからまだ咲いていくっていう感じがするので、いいつながりができるんじゃないでしょうか。お仕事において人との関係も通してね。ちょっと人間関係見てみますね。はい、人間関係がソードの10、ワンドの6、そしてカップのページですね。関係性においては今ちょっとさらっと読みますが、やっぱりこの4月5月ってとても皆さんやっぱりねストレスを感じやすい時だと思うので、人間関係とラブメッセージまた別で取らせていただきますので、もう少々お待ちください。はい、人間関係はやはりこうやって人との関わりが強くなるとか、情報のやり取りとかね、そういうのが多い時になると、やっぱりどうしても昔のことを思い出してしまうというか、昔の傷ついたこととか、あの人とはなんかうまくいかなかったしなとか、傷つけられたしなとか、また同じこと言われたら嫌だなみたいな、そういったちょっとこう昔の傷がうずくみたいなのは少しあるかもしれません。でももうそれはそれなんですよ。過去に起こったことで、それをこう掘り起こして自分が解消できるのであればそれでいいんですけれども、今言われているのは人との関係の中で感じた痛みっていうのは自分の肥やしになってますよっていう感じがするんです。でその痛みを感じたからこそ人に対して優しくなれたりとか、気を使ってあげられたりとか、もうそういう気持ちを相手にさせたくないみたいな気持ちになることができるので、より一層自分が磨かれたんですよねって。なのでその自分を磨くための出来事だったけど、まるで自分が傷つけられたというこの被害者意識というか、傷物だみたいな意識でいるともったいないので、もう学んだよっていうところで消化していってほしいなと思いました。でその悲しいことがあったとか、例えばですね、そういうのって別に消えないですよね。本当に悲しいことっていうのは消えないと思うんですけど、でもその傷をなくすっていうよりも、その傷をなんていうかな、それを体験した自分っていうものは深く感じることができるんだ、人に対しての思いやりを持てるんだっていうことで進んでいってください。で多分その傷がちらっと出てきてるのかなって感じがしました。だけど同時にそのことを忘れさせてくれるぐらいの勢いのある人たちとの関わりはありそうです。ワンドの6もあるし、カップのページっていうのもあるので、いいかもなーって、全く自分の望んでいた形じゃないけどこういうのもいいかもなみたいな感じがあるかもしれません。ちょっと年下の人と関わる機会があったりとか、または新しい感性に触れて、それもいいかもみたいに思う。そしてちゃんと自分の意見も聞いてもらえるみたいな感じもあるので、うまくいく関係性もある。でもちょっと思い出す関係性もあるって感じかな。はい、ただねオラクルがラバーズなので、ぜひその優しさや愛情を受け取ってほしいなって思います。いかがでしょう。何か参考になったよという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚、オラクルカードを引いてみますね。王座さんこれかな。はい、どうでしょう。アニマルトーテムというカードが出ましたね。なんかこう動物とか自然界のもののエネルギーパワーっていうものをご自身が今味方につけて進んでいけるよってことかもしれませんね。もしくは身近にいるペットとかそういったものから力を得て力を得るってなんか変ですけど、癒されているのかもしれないし、昔のね、なんか自分が飼っていたワンちゃんとか猫ちゃんとかも応援してくれてるのかもしれないなっていうふうに思いました。はい、ということでありがとうございました。また17日や26日にお会いできると嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。